皆さんこんにちは、陽介です。今日はポッドキャスト形式でお送りできればと思います。いつもはですね、原稿をしっかり作ってそれを読み上げるっていう形なんですけども、形式ばっていてなかなか普段通りの言葉でなかったりするので、普段使っている言葉を、使えるように、このポッドキャスト形式でもお伝えできればなと思っております。ただ早すぎると聞きにくくなってしまうので、少しゆっくりめで話します。さて、今日のテーマは休み明けの憂鬱です。今日は2024年の8月19日、ちょうどお盆休みが明けて、また日常に戻るという方が多いのではないでしょうか。多分また仕事かと結構憂鬱な気持ちになっている方も日本にいる方は多いんじゃないかなと思います。ちなみに憂鬱という漢字はとても難しいので、書けなくて良いです。ほとんどの日本人も書けないと思います。私も書けません。でも言葉自体はよく使われるので読めるようにだけしておきましょう。はい、話戻りますが、私も正直言って、休み明けのこの時期って結構辛いなって感じることが多かったです。休み中はかなり自由にですね、過ごせるので、その反動でもう仕事戻るの嫌だなっていうふうにやっぱり感じますよね。これって誰もが通る道ですが、そんな時にどうやって気持ちを立て直すかっていうところが結構大事なポイントです。じゃあまず、どうして休み明けって憂鬱になるんでしょうか。これはいくつかの理由があると考えてます。で、一つには休み中にリズムが崩れてしまうからというところがあるかなと思います。例えば夜更かしして遅く起きる習慣がついてしまったり、食生活が乱れたり、運動不足になったり、そんな生活リズムの崩れが休み明けのしんどさにつながると言われています。また、心理的原因も大きいですよね。やらなきゃいけないことが山積みになっていて、それがプレッシャーになったりとかするケースもあるかと思います。じゃあ、どうやってこの憂鬱を乗り越えられるかという点をここで、ポイントを4つお話しできたらなと思います。まず最初におすすめしたいのが朝の散歩です。私も最近朝の散歩をしているんですけども、朝日を浴びることで体内時計がリセットされて一日のリズムが整うそうです。さらに太陽の光を浴びることによってセロトニンと呼ばれる幸せホルモンが分泌されると言われています。このセロトニンは気分を安定させて憂鬱な気持ちを和らげる効果があります。朝の新鮮な空気を吸いながら自然の中を少しほんの5分歩くだけでも心がリフレッシュされて一日のスタートをポジティブに切ることができます。特に休み明けで憂鬱を感じやすいときは朝の散歩が
とても効果的です。正直、私も最近やっていて、この朝の散歩、むちゃくちゃいいなというふうに感じているので、ぜひ試してみてください。次に大切なのは、一人で抱え込まないこと、そして人に相談することかなと思います。憂鬱な気持ちってどうしても内にこもりがちですよね。だけど、その気持ちを誰かと共有するだけで、なんとなく楽になることがあります。友達や同僚に、なんか今日憂鬱なんだよね、と話すだけで、気分が少し晴れるかもしれません。結構、周りの人も、上司も同じような気持ちを抱えているかもしれませんし、お互いに支え合うことで乗り越えられることもあります。正直、世の中の人、多かれ少なかれ、憂鬱を抱えていると思います。特に、こういう休み明けの日は。みんなそうなんだと思うと、自分の気持ちが楽になることはあるので、ぜひ、そういった正直に話してみてください。3番目なんですが、何かに頑張るというのも憂鬱な気分を乗り越えるために非常に効果的です。ただし、ここで言う頑張るは仕事のことではなく、趣味や新しいチャレンジに取り組むことを指してます。例えば、筋トレを始めてみるとか、新しい言語の学習を始めるとか、普段とは違う活動に挑戦することで気分転換になって気持ちが前向きになるんじゃないかなと思います。その点で言うと、このチャンネルを聞いていただいている皆さんは非常に前向きに学習されているので、素晴らしいんじゃないかなと思います。何かに一生懸命になることで、ネガティブな気持ちを払拭できて、エネルギーをリフレッシュすることができると思います。最後に、環境を変えることも非常に大切です。例えば、デスク周りを整理して、新しい気持ちで仕事を始めるとか、通勤ルートを少し変えてみるとか、ちょっとした変化でも気持ちがリフレッシュすることがあります。ただ、もし職場が本当に辛いという人は、思い切って異動願いを出してしまうとか、転職を考えてもいいと思います。私自身も職場がしんどいなと思った時に、ちょうど異動の事例が出て気分が復活できたという経験がありますので、大きな環境の変化を起こしてもいいと思います。今日お話ししたポイントをまとめると、休み明けの憂鬱を乗り越えるためには、朝の散歩を取り入れる。一人で抱え込まず人に相談する。何か別のことを頑張ってみる。そして環境を変えるという4つのポイントが効果的かなと思いました。特に朝の散歩は非常にいいかと思いますので、ぜひ取り入れてみてください。もし今本当に憂鬱で辛いなと感じている方がいたら、ぜひ無理をせず自分を大切にしてください。休むことも大事ですし、自分のペースで少しずつ進んでいけば大丈夫です。
では、今日もここまでお聞きいただきありがとうございました。最後に、このポッドキャストで登場した言葉の解説を一つします。今回取り上げる表現は、〇〇しなきゃや〇〇なきゃです。日本語ではよく使われるカジュアルな表現で、何々しなければならないという意味を短縮した形です。これらの表現は日常で非常によく使われます。しなきゃはしなければの省略形で、その後にならないやいけないという言葉が省略されています。例えば、宿題をしなければならないは、宿題をしなきゃになります。また、もう行かなければならないを、この表現を使うと、もう行かなきゃになります。しなきゃやなきゃの前に来る動詞は内形を使います。内形は動詞の否定形で、するの内形はしない。食べるの内形は食べないになります。この内形のないをなきゃに置き換えて、しなきゃ、食べなきゃなどの表現が作られます。例えば、行くという言葉の内形は行かないなので、ないを取ってなきゃをつけて行かなきゃになります。食べるという言葉の内形は食べないになりますので、これをないを取ってなきゃをくっつけると食べなきゃになります。見るという言葉の内形は見ないになりますので、ないを取ってなきゃをくっつけると見なきゃ、つまり見なければならないになりますね。勉強するに関しては、勉強しないが内形になりますので、ないを取って勉強しなきゃになります。このようにしなきゃ、なきゃは何かをしなければならないという義務感や必要な行動を示すときに使います。この表現はカジュアルな表現で、家族や友人と話すときによく使われるので、このしなきゃやなきゃは何が省略されているかを理解しておいてください。はい、お疲れ様でした。毎週月曜日、水曜日、土曜日に動画を更新していますので、この動画がいいねと思ったら、チャンネル登録、高評価、友人へのシェアをよろしくお願いします。コメントもいただけるととても励みになります。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。